今日はカレーうどんを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、カレーうどんを作っていきたいと思います。材料はね、とてもシンプルで作り方もすごく簡単です。具材もですね、豚肉、油揚げ、そして長ネギ、玉ねぎ、こちらのシンプルな材料で作っていきたいと思います。旨味たっぷりで美味しく仕上げる方法をご紹介していきたいと思います。作り方にところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに具材などの材料をご紹介します。材料はこちらです。豚バラの薄切り肉、油揚げ、玉ねぎ、長ネギ、冷凍うどん、こちらの材料を使って作っていきます。まず豚肉なんですが、今回は豚バラ肉を使っていきます。こちらはお好みの部位のものを使っていただいて OK です。あるいは鶏肉だったり、あとは牛肉で代用していただいても大丈夫です。お好みのものを使ってください。そしてその他の具材は玉ねぎ、油揚げ、長ネギ、こちらの3つを入れて作っていきます。油揚げに関しましては、このようにちょっと平べったいものを使用していきます。こちらはですね、ふっくらタイプを使っていただいても大丈夫です。それでは続いて調味料などの材料をご紹介します。材料はこちらです。お水、お醤油、みりん、お砂糖、カレー粉、おろしにんにく、おろし生姜、だしの素、片栗粉、塩コショウ、ごま油、こちらの材料を使って作っていきます。まず今回はですね、カレー粉を使って作っていきます。そして味付けのポイントなんですが、お砂糖ですね。砂糖を加えていただくとコクが加わってとても美味しい仕上がりになります。続いてあとはですね、隠し味におろし生姜とあとはおろしにんにくを加えていきます。この2つの風味が加わることでやみつきになる美味しいカレーうどんに仕上がります。ただもしね、にんにくを控えたい場合はこちらは抜いて作っていただいても大丈夫です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではね、早速作っていきます。まずはじめにね、具材を切っていきます。最初に玉ねぎですね。玉ねぎはくし切りにしてください。まず半分に切って、そして斜めに包丁を入れて、だいたい3等分ぐらいにしてください。そして芯の部分は切り落としてください。でもう片方も同じように3等分にします。そして芯は切り落としましょう。玉ねぎはこのように切ってください。では続いて長ネギですね。まずこちらは根元を切り落とします。そして斜め切りにしましょう。だいたい1センチ幅ぐらいの斜め切りにしていきます。こんな感じでね、ちょっと大きめにね、斜め切りにしてみてください。そしてこちら青い部分ですね。この部分はトッピングに使っていきますので、小口切りにしていきます。長ネギはこのように切り分けてください。続いて油揚げですね。こちらはね、さっと油抜きします。油揚げ独特のちょっと油臭さを取ることができます。ただ面倒な時はね、こちらの工程は省いていただいても OK です。その場合はキッチンペーパーでね、軽く油を拭き取ってみてください。そしたらね、ざるの下にボウルを置いて、その上に油揚げを置いてください。そしてここに熱湯をかけます。さっとかけたら裏返して片面にもね、熱湯をかけてください。はい、 OK です。そしたら湯切りします。湯切りしたらペーパーの上に置いて水分を拭き取ってください。この時ね、やけどしないように注意しましょう。そうしましたらこちら油揚げを切っていきます。だいたいね、1センチ幅ぐらいで切っていきましょう。はい、油揚げはこれで OK です。ちょっと大きいなと思ったらこちらをね、半分に切っていただいても大丈夫です。こちらはお好みでやってみてください。それでは続いて豚肉ですね。こちら塩コショウで軽くね、下味をつけてください。そしたらこちらをですね、食べやすい大きさに切っていきます。だいたい3等分ぐらいでいいかなと思います。豚肉はこのように切って、あとはですね、軽くね、このように手でお肉同士を剥がしておいてください。はい、豚肉はこれで OK です。それでは続いて水溶き片栗粉を作ります。まず片栗粉ですね。そしてお水を入れます。これをよく混ぜてください。はい、水溶き片栗粉はこれで OK です。こちらはこのまま置いておいてください。
それではね、フライパンまたは鍋を用意してください。ここにごま油を敷きます。そして火にかけましょう。火加減は中火です。一度ね、ごま油をフライパン全体に広げてください。はい、そしたらですね、お肉を広げながら置いていきます。はい、そしてまずね、お肉を焼いていきます。軽くね、焼き色をつけてください。はい、でお肉にね、軽く焼き色がついたら裏返してください。このようにね、ちょっと焼き色をつけていただくととても香ばしい仕上がりになります。あとはね、最初に豚肉を焼いてお肉の旨味が入ったね、油を出していきましょう。裏返したら片面はキャッとね、火を通せば OK です。そしたらこのね、豚肉を一旦取り出してください。ずっとね、一緒に炒めちゃうとお肉が硬くなったり、あとはね、旨味が出過ぎてしまってお肉自体のね、味わいがちょっと薄まってしまいますので、こちらをね、一旦取り出してください。そしたらここに玉ねぎを入れます。そしてあとね、油揚げを入れてください。そしてさらにね、長ネギも入れます。長ネギはね、重ならないように広げてください。そして火にかけて、このね、こちらの具材をね、炒めていきます。油揚げにもね、ちょっと焼き色をつけていただくと香ばしい仕上がりになります。玉ねぎはこんな感じでお箸でね、ほぐしながら炒めましょう。長ネギに関しましては軽く焼き色がついたらね、一旦取り出してください。ずっとね、一緒に煮込んでトロトロにしてもいいんですが、今回はね、ちょっと歯ごたえを残したいので、こちらの長ネギは軽く焼き色をつけたらね、一旦取り出します。油揚げも時折ね、裏返しながら焼いてください。長ネギも焼き色が軽くついたら裏返します。はい、で長ネギはね、だいたい6割ぐらい火が通って、こんな感じでいい感じにね、焼き色がつけば OK です。そしたら一旦こちらは取り出しましょう。あとはこちら油揚げと玉ねぎを炒めていきます。玉ねぎはね、だいたい8割ぐらいね、火を通してください。はい、このぐらいね、玉ねぎに火を通してください。そしたらここにお肉を戻し入れます。そしてここにおろしにんにくと、あとはおろし生姜を加えてください。そしてこちらをね、さっと炒めていきます。混ぜながらね、炒めてください。火加減はね、そのまま中火です。はい、そしてね、だいたい30秒から40秒ぐらいですね、炒めたら今度はここにお砂糖と、あとはみりんを入れます。そしてなじませてください。最初にね、甘みを入れていきます。こちらもだいたい30秒ぐらいですね、なじませてください。こうしていただくことで甘みが入ってね、とてもコクのある美味しい仕上がりになります。調味料をね、入れる順番で結構味わいが変わってくるのでね、ぜひこの方法でやってみてください。こんな感じでちょっととろっととろみが出てきたら、ここにカレー粉を入れます。あとはだしの素も入れましょう。そして一度ね、この中でなじませます。具材全体にね、カレー粉をなじませてください。なじませたらここにお水を入れます。あとはお醤油も入れましょう。そして一度ね、このまま火加減中火で沸騰させてください。くつくつ沸騰してきました。そしたら一度ね、アクを取り除いてください。こちらをね、ざっと取っていただければ大丈夫です。そしたらですね、ここに長ネギを戻し入れます。火加減はね、弱火にしてください。そしたらこのままだいたい1分ぐらいですね、一緒に煮てください。はい、1分経ったので火を止めます。そしたら最後仕上げですね、ここに水溶き片栗粉を入れます。片栗粉はね、沈殿してると思うので、もう一度よく混ぜてください。水溶き片栗粉はね、必ず火を止めた状態で入れるようにしてください。火をつけた状態で入れてしまうと片栗粉がね、固まってしまう時があるので、必ず止めた状態で回しかけてください。ではね、回しかけます。加えたらね、火にかける前に一度ね、よく混ぜてください。よく混ざったらもう一度火にかけて、そしてまた再沸騰させます。そして片栗粉にもね、きちんと火入れしましょう。
このようにねくつくつ沸騰したら火加減弱火にしてこのまま1分加熱します。時折ねこのように軽く混ぜながら加熱しましょう。そうするとだんだんいい感じにねとろみがついてきます。はい、1分経ったら火を止めます。これでカレーうどんの汁は完成です。そしたらですね、最後仕上げていきます。こちらね、冷凍うどんを電子レンジで解凍させていきます。こちら茹でていただいても OK です。この冷凍うどんに関しましては、袋に記載されている解凍方法でやってみてください。それではこちらをこのまま電子レンジ 600W で3分加熱します。はい、3分加熱しました。これでうどんがね解凍されて熱々になってれば OK です。そしたらですね、もう器の中にうどんを入れちゃいましょう。あとはここにですね、こちらカレーの汁をかけていきます。もし冷めちゃった時はね、もう一度再沸騰させてください。あとはここにねトッピングのネギをかけて仕上げてください。これで完成です。はい、これでカレーうどんの完成です。こんな感じに仕上がりました。最後はね、このように長ネギをトッピングしてみてください。このように具沢山でとても美味しそうな仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。旨味たっぷりですごく美味しいです。そしてこの長ネギのシャキシャキ感が最高です。そしてお肉とお揚げもすごく美味しいです。おつゆはね旨味たっぷりです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のカレーうどんのポイントです。まずカレーうどんの中に入れるお肉なんですが、今回私は豚バラの薄切り肉を使ってます。こちらのお肉に関しましてはお好みのものを使っていただいて OK です。そしてカレーのお汁を作る時なんですけれども、まずはじめにお肉を焼いて軽く焼き色をつけてください。焼き色をつけていただくことでとても香ばしく仕上がるのと、あとですね、一番最初にお肉を焼いて、そしてお肉の旨味を引き出してください。そしてその後ですね、一旦お肉は取り出して次にその他の具材を入れて焼いてください。長ネギに関しましては軽く焼き色がついたら取り出してください。そうすることで長ネギのシャキシャキ食感も楽しむことができます。ただですね、長ネギのトロトロがお好きな方はそのまま一緒にね焼いていただいて OK です。そして油揚げなんですけれども、油揚げにもね軽く焼き色をつけてみてください。そうするととても香ばしい仕上がりになります。そしてその後ですね、長ネギを一旦取り出してその他の具材に火が通ったらお肉を戻し入れて、最初に砂糖とみりんをなじませてください。一番最初にしっかりね甘みを入れていただくことでとてもコクのある味わい深いカレーうどんに仕上がります。そしてその後ですね、水を入れて煮込む前にカレーパウダーを具材になじませてください。そうすることでカレー粉がねダマにならず綺麗に仕上がります。そしてその後お水を入れて一度沸騰させてください。沸騰したら長ネギを加えて、そしてその後1分ほど加熱してなじませてください。そしてしっかり馴染んだら一旦火を止めて水溶き片栗粉を加えてください。この水溶き片栗粉はですね、加熱した状態で加えると固まってしまう時がありますので、一旦火を止めて加えてしっかり混ぜてからもう一度加熱するようにしてください。あとはですね、うどんをレンチンして器に入れてカレーの汁をかけるだけなのですごく簡単です。お好みでね、ここにトッピングで温玉などを乗せていただいても美味しいと思います。こちらはお好みでやってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はカレーうどんを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。